ねえ、のぞみ、最近さ、旅行の時荷物を減らそうと思って、あるものを使ってるんだけど、あるもの。なんだろう。それはね、風呂敷。風呂敷。四角い布の？そう。最初はなんか昔っぽいなって思ってたんだけど、使ってみたらすごく便利で、大きさも自由に変えられるし、丸めてポーチに入れておけるし。へえ、具体的にどう使ってるの？例えばね、荷物の仕分けに使ったり、買い物した時にエコバッグ代わりにしたり、あと、ホテルで枕カバーに使ったこともある。枕カバー。それはなかなかの使い方だね。1枚あると本当に何でもできるんだよね。めっちゃおすすめ。でも、風呂敷って名前変じゃない？なんで風呂なのって思わない？ああ、言われてみれば、もしかして本当にお風呂と関係があるのかな？気になるでしょ？私ちょっと調べてみたら、実はそこに面白い歴史があってさ、聞いてほしいんだけど。聞く聞く。風呂敷のルーツって奈良時代まで遡れるんだって。当時は包みって呼ばれてた布があって、大事なものを包んで運ぶのに使われてたみたい。正倉院にも残ってるくらい昔の話。正倉院って奈良の？そんな昔から。そう。でも、風呂敷っていう名前になったのは室町時代から。将軍の足利義満が建てた大きな湯殿に全国の大名たちが招かれて入浴したんだって。お風呂に大名たちが？そう。みんなで蒸し風呂に入るの。で、脱いだ着物が誰のものかわからなくなると困るから、それぞれ自分の家紋入れの布で包んでおいたんだって。あ、だから風呂なんだ。風呂で使う布って風呂敷。そういうこと。しかも脱いだ後、その布を床に広げて、その上で着替えもしてたみたい。敷くから風呂敷ってのも納得でしょ？なるほど。ちゃんと意味があったんだね。それが江戸時代に入ると、銭湯が庶民にも広まってきてさ、タオルとか石鹸とか湯道具を風呂敷に包んで銭湯に通うようになったんだって。あ、だから庶民にも広まったんだ。そう。もともとは大名の文化だったのが、銭湯と一緒に庶民の日常に入ってきた感じ。銭湯グッズだったのが、今はいろんな使い方があるよね。そうなの。江戸時代になってから行商人が商品を風呂敷に包んで売り歩くようになって、もう生活のあらゆる場面で使われるようになっていったみたい。火事の時とかにも使ってたって聞いたことある。そう。江戸って火事がすごく多かったじゃない。だから布団の下に風呂敷を敷いておいて、火事になったらすぐに鍋とか貴重品を包んで逃げられるようにしてたんだって。防災グッズだったんだ。現代っぽい発想だよね。で、包み方もすごく発達して、贈り物を包む平包みとか、瓶を包む方法とか、スイカを包む方法とか、いろんな技があるの。へえ、形によって包み方が違うんだ。ハンカチや手ぬぐいと似てるけど全然違うんだよね。ハンカチって基本的に小さいし、手ぬぐいは細長いから、風呂敷は大判で四角いから、物を包むことに特化してる。確かにサイズ感が全然違うよね。でね、風呂敷って単なる入れ物じゃなくて、日本の包む文化の話につながっていくんだよ。包む文化。日本って贈り物をするとき、中身だけじゃなくて、包み方にもすごく意味を込めるじゃない。包む布の色とか柄とか結び方とか。そういえば、お中元とかを聖母って綺麗に包んであるよね。そう、気持ちを包むっていう感覚があるんだよね。むき出して渡すんじゃなくて、ちゃんと包むことで相手への敬意を表すみたいな。風呂敷ってその文化の象徴みたいな存在だと思うんだよね。確かに、包み方一つで印象って変わるよね。しかも風呂敷は箱や袋と違って使い捨てじゃないから、送った相手もまた使える。そういうものを大切にする気持ちも込められてたのかも。なんかいいね、それ。でね、ここが一番面白いと思うんだけど、ん？風呂敷ってそんなに深い文化的背景があるのに、今の日本人って意外と使ってないんだよね。ああ、確かに。私も名前は知ってるけど、持ってないし。でしょ？実はね、お土産屋さんとか日本の伝統工芸品のお店に行くと、風呂敷を買っていくのは外国からの観光客が多いんだって。そうなの？エコな包み方として海外でも風呂敷って名前で注目されてたりするし、環境省が2006年にもったいない風呂敷っていうのを作って海外向けにアピールしたこともあったりして。日本政府が海外に売り込んだの？そう、レジ袋やラッピングを減らせるって意味でエコグッズとして紹介されたんだよね。なんかちょっと複雑だね。日本初の文化なのに、外から評価されて初めて注目されるみたいな。そうなんだよ。江戸時代から続く文化なのにね。でもこれって風呂敷だけじゃないよなって思ってて。他にも？例えばね、抹茶とか着物とか銭湯とかもそうじゃない？日本人が普通すぎて気にしてなかったものが、外の人の目を通してすごいって再発見される感じ。あとね、もう一個だけ言いたいんだけど、風呂敷って布でしょ？で、江戸時代の人って布をとことん使い倒してたんだよ。使い倒す。
着物が古くなったら子供服に仕立て直して、それが着られなくなったらおしめや雑巾にして、それも使えなくなったら燃やして灰にして、灰に？その灰を灰塊って業者が買い取って肥料や洗剤や染料に使ってたんだって。本当にゼロになるまで使い切ってた。ゴミが出ない。そう。これって今で言う SDGs とか 3R とか言われてることを江戸の人は当たり前にやってたんだよね。言葉じゃなくて生活の中で。始末の美学っていうか。始末の美学か。なんかいい言葉だね。風呂敷もその文化の中で生まれた道具だと思うと、ただの布じゃないなって感じがしない？うん。全然違って見えてきた。皆さんも日本を旅行したり、日本のものに触れたりする機会があったら、ぜひ風呂敷を1枚手に入れてみてほしいな。使い方、最初はちょっと難しそうだけど。全然大丈夫。基本の包み方は動画でいっぱい出てくるし、一回覚えたら本当に便利。旅行にも普段使いにもなるし。なんか欲しくなってきた。でしょあと、風呂敷を見るたびに、あ、これ室町時代から来てるんだな。江戸の人が銭湯に持って行ったやつだなって思えるようになると、ちょっと特別な感じがしない？する。知ってると全然違う。知識って物の見方を変えるよね。あなたは風呂敷使ったことありますか？見たことある？コメントで教えてください。あなたの国でも布で物を包む文化ってありますか？ぜひ教えてください。じゃあ今日はこの辺で。今日も聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。またね。おやすみなさい。